各班アイデアは付箋にかけたかな？書けました。他の班も大丈夫そうだね。それじゃあこのホワイトボードに貼っていってくれる？すごい数、30個くらいありそうだね。あ、このアイドル直伝本番の緊張を和らげる技を教えちゃうコーナーとか、とっても楽しそう。それは桃井さんのアイディアですね。受験への不安を和らげることができて、かつ私たちが言うからこそ説得力があることを伝えられたらいいんじゃないかという考えで。緊張してる時ほど深い呼吸が大事とか、好きな音楽をかけてテンションアップが効果的とか、実践して効果あったことを伝えていくつもりよ。さすが愛理ちゃん。でもこっちの班のアイディアも負けてないと思うわ。椿さんが考えてくれた頑張ったこと発表会は私もお気に入りよ。そう言ってもらえて嬉しいです。受験でもオーディションでも不安を打ち消せるのってやっぱりこれまでの努力だと思うので、それを思い出して自信にしてほしいなって思って。確かにカニ座はプレセペ星団。マニアックすぎてよくわかんないわよ。みんなたくさんアイデアを出してくれてありがとう。じゃあここからは一つ一つ議論して厳選していこう。この勉強しながら遊べちゃう算数パズルコーナーはいらないんじゃない？勉強しながらリフレッシュできるからいいかなって思ったんですけど。でも子供たちにも学力の差があると思うので、レベルを合わせるのが難しそうですね。それにパーティーだーってやってきて勉強するのちょっとテンション下がっちゃいますしね。確かに。もっと考えなくちゃ。ひかりんのおすすめはみんなでピカッとおしゃべりコーナーだよ。いや、それ何するの？喋るだけ？みんなのこと知りたいし知ってもらいたいから、そのためのフリートークって感じかな。少し漠然としすぎてるような気がしますが。でも確かに知らない人たちにいきなりアドバイスをもらっても緊張するから、おしゃべりで仲良くなるのは大事かもしれないわね。だいぶ絞れたね。30個あったアイデアが10個にできましたもんね。でもここからさらに絞らなくちゃいけないのよね。どれもいいアイデアだから迷っちゃうね。でもライブの時間もあるから全部は難しいし。じゃあどれを削るかですけど、どう絞りましょう？多数決にしますか？でもそれだと私たちの主観が入ってきそうじゃない？絞るならちゃんと観客のためになるかどうかで考えなきゃ。少し時間はかかるけどリサーチをするのはどうかな。さすがに直接は聞けないけど、塾長さんに子供たちがどういうものを好みそうか聞いてみたり、みのりみたいに小学生の兄弟がいるメンバーに頼んでどの企画が面白そうか元気が出そうか聞いてみたりして、実際の声を集めてみるの。受験生のみんなと年が近い子たちの意見をできるだけ取り入れた方がいいと思うから。そういうことなら私にも兄弟がいるので聞いてみます。それっていとこでもいいですよね。よければ私のいとこは放送委員なので、学校全体でアンケートが取れないか聞いてみようと思います。ありがとう、助かるよ。
これでもう少しアイデアが絞れるといいな。聞いた人数は103人。だいぶ集められたと思うけど、まさかこんなに綺麗に票が割れるなんて。結局どれにすればいいんだろう。もうピピッと直感で絞っちゃうとか。確かに割れたっていうことは、裏を返せばどのコーナーも刺さる子はちゃんといるってことだから、その手もありかもしれないけど。確かにどのコーナーも刺さる子がいるなら。でも本当にそんな形で決めていいの？なるほど。これがそのアイディアなんだね。うん。忌憚のない意見を聞かせてもらえたら嬉しいんだけど。難しいな。そうだね。どれもコーナーにしたとき、すごく盛り上がりそうだし。僕も同意見だな。こうつけがたいっていうか。そっか。ありがとう、みんな。受験生の子たちの気持ちになっていろいろ考えたいって思ってるけど、難しいな。はるかちゃん。イベントまで時間もないし、ライブの内容も考えなきゃいけないから、できるだけ早く答えを出さなきゃって思ってるんだけど、妥協したくないんだ。受験生の子たちはきっと今すごく苦しい中頑張ってる。そんな子たちのために最高のイベントにしたい。いい出来っていうだけじゃなくて、最高の。でもどうすれば。僕も一緒に考えるよ、はるかちゃん。もう一度、さっきの一覧を見せてもらってもいいかな。レン君。私たちももう一回見たいな。目の前にいる子を心から笑顔にしたいっていう気持ち、すごくわかるから、ちゃんと力になりたいの。それに、困っているアイドルを見過ごすわけにはいかないからね。ただ、アイディア自体はさっきも見せてもらったから、もう少し違う視点から見てみる必要があるかもしれないね。違う視点？イベントに参加する受験生の気持ちになるのも、もちろん大事だと思うけど、もっと全体を俯瞰して見てみる必要があるのかもしれないなって。届ける相手に近づきすぎると、見えなくなってしまうことがあるから。確かにそうだね。僕も以前、お客さん側の視点からライブを作ったことがあるんだ。いつも以上にファンサをもらえた方が嬉しいんじゃないかって思って、ファンサの比重を増やしたんだけど、結果的には全体が間延びして、お客さんの楽しい気持ちを切ってしまうようなライブになってしまったんだ。あのライブはちょっともったいなかったね。相手の立場に立って考えることは大切だけど、そうやって作ったものが正しいのかを見極めるためには、一度離れて考えることも大切で、だから、俯瞰することも時には必要になるって思うんだ。俯瞰。確かに、ここまで受験生の子たちの心をほぐして希望を届けることばかり考えていたけど、レン君の言うようにもっとコンセプト、構想から考えていく必要があるのかもしれない。そのためにはもっと視野を広げていかないと。
どうしたの？一人、知ってるんだ。誰よりも広い視野で物事を見ることができる人。その人に聞けば、もしかしたら。今、柊さんは私たちと対立する存在。だけど、あの人は希望を届けることに何より一番情熱を持っていて、だからこそリライトを優勝させたいと思っている。それならきっと道はある。